いやー、生まれてきたのがそもそも失敗でしたね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない、何とも言えないね、ひどい生活とともに寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、また始まっちゃいましたね。申し訳ございません。司会は私、世界を滅ぼすチャンネルを運営するネガティブマンでございます。ということでね、そうね、皆さん今日も元気に生きていますかね。私はとても嫌な気持ちで生きています。ということでね、今日はそうね、昨今知ったんですけれども、不適切男性という言葉がね、世の中にはあるんだと。昨今作られた言葉らしいですけど、不適切な男性、ね、についてね、深くね語っていきたいなと思います。不適切な男性とは一体何なのか。不適切な男性とはいわゆるあれなんですって。少子化の原因にされているのが不適切な男性である。つまり結婚に見合わないね、女性が選択しないろくでもない男性たちのことを不適切な男性であると断じるそうですよ。皆さん怖いですね。もちろんね、このチャンネルをご覧のね、ネガティブで世界を滅ぼそうとしている2億人の視聴者たち、視聴者の皆様におかれましてはね、もうね、ある人は泣き叫び、ある人は怒りまくるようなね、ワードですけれども、これは男女関係ないと思うんですよね。少子化の原因ね、非正規とかね、なんかろくでもない生活を送っている男性、不適切、結婚に見合わないね、女性から選択されない不適切な男性っていう話なんですけど、それを言ったらばね、多分不適切な女性もたくさんおられるだろうと推測しますね。私ね、過去の動画でも弱男弱女による醜い結合がね、少子化をね解決する唯一の方法なんじゃないのか。本当のね、少子化の原因というのはね、労働がきつすぎるからなんですけれどもね、皆さん、いや、世界中の誰もそれを言いませんね。労働がきつすぎるからですよ。労働からの解放がまずね、少子化を防ぐ方法であると思うんですけど、不適切な女性だっているだろうっていう話ですよね。弱男がいて弱女がいるわけですから、不適切な男性がいるなら不適切な女性もね、たくさんおられると思いますよ。妙に男に理想を持ちすぎてたりね、とても欲深かったりね、または性格的にね、結婚とか出産が頭にない女性たくさんおられると思います。それはまたね、自由ですから別にいいですよね。我々人類は好きで生まれてきたわけではないですからね。どうでしょうね。不適切な男性、少子化っていうことを考えれば、やっぱり不適切な男性と不適切な女性をお見合い制度の復活によってまた再びね、くっつけさせて、これまた不適切なね、子供たち、不適切な男の子、不適切な女の子たち、モンスターですね。不適切な男性と不適切な女性からのその醜い結合から生まれるね、モンスターたち、私ですね、言うなればね。
私のようなモンスターがねいっぱいはびこりますけれども、まあそれでいいのならねそうすればいいんじゃないのかなとね投げやりに思いますけれどもね。そう不適切な男性、そうまあねそういうのねそもそもねそうなんでしょうね、この結婚制度ね難しいですね。そもそもこの世界に合ってないんですから。そうこの世界を生きるということに関してですよ、これは不適切な女性もそうですけどもう絶望的にねこの世に馴染まないんですね、私の性格上。そうっていう不適切なね男性はたくさんおられると思いますね。なんかルックスとか稼ぎとかっていうのが問題なのかなって思いますね。そんなことよりもねこの世界に馴染めない、若い頃からね物心ついた頃からもね私馴染めませんからねこの世界にね。そう皆さん馴染めていますか？これをご覧の2億人の視聴者の皆様どうですか？私は馴染めませんね。まあね反出生主義を標榜するのでねこのまま不適切な男性と不適切な女性が増えていければなと思います。先進諸国でね少子化が多いって言いますけれどもね、これだけメディアが発達してくるともうどんどんね後進国であったり発展途上国の皆様方もねそうなんかこう出産にブレーキがかかってみたりとかね、そうなんて言うんでしょう、この世界の薄汚さだったりこうね生きづらさみたいなねそういうことに気づく人たちが多くなってね人類は減る一方になると予測しますけれどもね。そうだからもっとね SNS が発達していけばいいと思いますね。そう先進諸国で少子化っていうのはあれですよね、結局文化が成熟してねいろいろな格差っていうものがこうね見えてきた上でこう女性だったり男性だったりっていうものがこうなんて言うんでしょうね、こう理想像を掲げ始める余裕が生まれるからですよね。そうまあね子供をなんて言うんでしょうね、ある意味こう底辺につかせないためにねなんかこうそう教育費だったり大学まで行かせようみたいなそういうお金がかかるみたいな意見もありますけれどもね、それだったらばじゃあヨーロッパのね諸外国の大半はね大学まで授業料無料なわけですからね。でも少子化は止まりませんね。そうだからその理由はちょっと弱いんじゃないのかな。結局視覚化されてこう賢く考える余裕が生まれて、そうみんな人生に生きるっていうことにこうある種の絶望といいますかね、ある種の生きづらさっていうか人生をなんて言うんでしょうね、喜び多く生きるっていう意味合いにおいてね、そうお金が必要だね、学歴が必要だねみたいなね、ルックスが必要だねみたいなね、コミュニケーション能力が必要だねとかね、そういう余裕が生まれてある意味でこの世界が嫌な世界だからこそねっていう面が大きいと思うんですよね。皆さん無意識にね、先進諸国の皆さん無意識にそういうことを考えてるんじゃないのかなというねネガティブマンの推察があります。そうまあ不適切な男性に話を戻しますとね、そうまあねまあ女性が贅沢になったっていうね一言では済まされませんね。そうまあねそう弱い
弱男弱女が多くなってきた。まあでもなんでしょうね、不適切、結婚しないことがそんなに不適切なのか、結婚相手に選ばれないことがそんなに不適切なのかっていう問題もありますよね。私ね、独身の男または独身の女性をね、同世代で数多く見てきましたけれども、非常にね素晴らしい人たちもたくさんその中にいます。職業的にもね、私のようなね、なんか薄汚い片隅でね、こううごうごしているような、そういう労働者ばかりじゃないですよ。ちゃんとしたところに勤めていてね、有能な人も多いですよ。彼らを不適切な男性だったり女性っていうのはちょっとね、女性もいますよ、ちゃんとした人ね。でも独身みたいなね。なんかそう考えると、子供を産み育てないだけで不適切と呼ばれるのはね、非常な差別を感じますね。そうですね。だもんでね、でも面白い言葉ですね、不適切な男性。流行らせていきたいと思いますね。不適切、ね。そもそもこのね、あれですよね、どうしても少子化っていう面で選ばれない男性のことを話していくとですよ、別にそんなことは話したくもないですけれど、まあ結局のところ、この恋愛至上主義なね世界がおかしいんじゃないのかっていうね、そういう疑問も持ちますね。人生は恋愛だけじゃないですからね。もっと面白いことがあったりとかなかったりとか、いや面白いことはあんまりないですね。ただこの終着点としてのね結婚があるのか、まあ子供を産み育てるっていうのはね、いろんな生物においてね、まあそこそこ絶対的なものですよ。でもね、アリだったりハチだったりね、他の生物でもそうですけど、個体としてね、生物の個体として無駄な人たち、無駄な生物体っていうのがいますからね。つまり交尾もせずにね死んでゆくね、働き蜂だったりね、働きアリだったり、いや嫌な言葉ですね、働き蜂、働きアリね、労働蜂、労働アリですね。そういうね役割がやっぱり一定いますからね、それをもって不適切っていうのは非常な差別を感じますね。いじめに近いですよね。我々はね、労働あり労働鉢になるために生まれてきたんじゃないんだっていうね、もっとね余裕ある生活を持って労働から解放されてね、旅を楽しんだりとかね、ゆったりとした空間において美味しいアイスを食べるような、そういうことのためにね、まあね、強いて言うならばね、生まれてこないのが一番ですけど、生まれてきてしまった以上はね、そういう余裕ある喜びのために生まれてきたんじゃないのかなっていう気もします。まあそうですね。全生物の動物が全てつがいになるみたいな話もおかしな話ですよね。人間は本当に特別というかね、頭のおかしい動物ですからね、そういう昆虫的な側面も併せ持ってるんじゃないのかなと考えるとね、労働鉢、労働アリのあるねパーセンテージ 20% か 30% か分かりませんけれども、そういう単純にね労働のために生まれてくる非常に惨めで情けないね
こう怒りが充満した不平不満分子たちがたくさんいてもおかしくはないですよね。人類っていうものを見渡した時にね、多分不適切な男性、不適切な女性ってそういう人たちなんじゃないですか。私も含めてね、私も含めて。しかし人類には知能がありますから、そうね、世界を炎に包み込めるようなね、核爆弾だったりね、破滅的な災害を引き起こせるいろんなね、活火山もたくさん世界各地にあります。日本にもありますけれどもね、ありますから、破滅に向かっていくのも人類の知恵なんじゃないのかなとね、うまいこと世界を滅ぼすチャンネルとしてうまくまとめたところでね、今日はね、不適切男性という非常にね、また面白い言葉についてね、語ってみました。そこまで話してね、また労働しないといけないのかという嫌な気持ちが押し寄せてきますけれどもね。まあ私の個人的な話ですけど、あれですね、近いうちにクビになる可能性もちょっとね、なくもない気がしてきました。でも私ね、もうクビになってもいいんですよ。だってもうね、30年近くは労働してきましたからね。無職の期間もありましたけど、無職の期間が私の人生のピークでしたね。あれ以上の幸せは望めないと思います。ね、若かったしね。ね、クビになっても労働反対をね、訴え続けますので、皆さん安心してください。それでは今日にも明日にもね、世界が滅びますように、またお会いいたしましょう。ネガティブマンでした。